こんにちは、まちろです。イヤホン好きの方にはおなじみの水月雨ムーンドロップからポータブル CD プレイヤーが発売されました。名付けてディスクドリーム。 CD だけじゃなくて DAP、デジタルオーディオプレイヤーですね。それとパソコンにつなげて USB ダックとしても使うことができます。これ2月の9日に発売されたんですが、もう買えません。完売。なんでこんな現象が起こるのかというと、市場に音質を追求したポータブル CD プレイヤーがほぼないから、それと大量生産できないから。セカンドロットがあるのかはかなり微妙です。もう販売店を見ても、この商品のページが削除されてるから、この初回分でおしまいっていう意思表示なのかもしれません。でも可能性がゼロとも言い切れないので、セカンドロットがあったら買いたいと思ってる方、もしくは中古でも手に入れたいと思ってる方に向けて、このディスクドリームのレビューをしたいと思います。で、このディスクドリームは去年中国の深センで開かれたオーディオショーに出品されていて、で日本での発売も予定されているって報じられたんですが、なかなか発売されなかったんですね。で個人的にずっと欲しいと思ってたんですけど、もう製品化が頓挫してダメなんだろうと思って、半ば諦めてて、だから少し前に出たシャンリンっていうメーカーのね、ポータブル CD プレイヤー、ちょっとでかいんですけどね、それを買おうとも思ったんですけど、シングル CD 対応じゃないし、持って歩くと音飛びするとかギャップレス再生できないとかね、そういうレビューがあったので、どうしようかなと思ってたら、2月の2日に発売告知があって、で発売日が2月9日っていう、なんとも緊急な販売スケジュールで、その発売告知もそんな大々的なものじゃなくて、販売店もイヤホンとか富士屋エイビックとかに限られていたから、このディスクドリームの存在自体を知らなかったっていう方も多いんじゃないでしょうかね。はい、じゃあレビューをしていきます。箱を開けると、まず取扱説明書、これ広げると結構でかいです。これだけ見れば操作については特に問題なく、使えると思います。裏面には絵が描いてあって、凝ってますね。なんかのキャラなんでしょうか。これと同じ紙が全部で3枚入ってます。それぞれ日本語、英語、中国語。裏の絵は同じです。はい、本体が出てきました。本体の前に付属品ですね。付属品は充電ケーブルだけ。片方がタイプ A、片方がタイプ C。長さは約1メートル。では本体、大きさは真上から見て、縦 15.5 センチ、横17センチ、高さ、厚みですね。これは 3.3 センチ。CD のケース3枚分ぐらいの厚さですかね。重さは 502g。大きめのちょっと重たいスマホの2台分ぐらいですかね。蓋はクリアになっていて、 CD の回転する様子が見えます。なんか動いてる様子が見えると、ちゃんと音楽聴いてるぞみたいな気分になっていいですよね。カクカクしたこのデザイン、ソニーの初代ディスクマンみたいでかっこいいですね。この水月雨っていうメーカーはですね、音質はもちろんなんですけど、デザインにもすごくこだわるメーカーで、イヤホンとかをねたくさん出してるんですが、どれも見た目が美しくて、それだけで欲しくなっちゃったりもするんですが、このディスクドリームもかなりデザインに凝ったみたいで、そのせいで開発から製造販売まで時間がかかったとのことです。操作パネルは前面に集中していて、小さなディスプレイで、曲順や時間の確認ができます。再生モードは通常モードの他に1曲全曲リピート、それとシャッフル。側面にラインアウト、ヘッドホンアウトの2つの 3.5mm ステレオミニ出力ジャック、それとマイクロ SD カードの差し込み口があります。マイクロ SD の対応フォーマットは MP3、WMA、LCAAC、OG、FLAC、APE。裏面は電源スイッチ、USB 差し込み口、これは充電と USB ダック機能を兼ねてます。電池の持ちは CD モードで約10時間。それとパソコンに挿して USB ダックとして使う時の仕様なんですが、 PCM が384、DSD が 11.2 だから、ハイレゾ対応ダックとしては十分な性能となってます。蓋はボタンを押すとガチャンと跳ね上がるんじゃなくて、手で持ち上げて開きます。可動部分がしっかりしているから、好きな位置で止めておくことができます。対応ディスクは CD、CDR、CDR-W。 内部には高音質を実現するためのパーツがたくさん組み込まれてます。ヘッドは読み取り精度を高めるため、オーディオ専用のレーザーヘッドを搭載。モーターの安定した回転を実現するための専用ドライブチップ。デジタル処理とアナログパーツを使った二重の音飛び対策。
DAC はシーラスロジックのフラッグシップ32ビットチップマスター HF1 を採用。これなんだかわかんないけどすごそうでしょ。すごいんです。後で音質についてはお話しします。あと重要なのが電源。この電源が強力で、こういったポータブル機器では鳴らしにくいとされているインピーダンスの高いヘッドホンなんかもいけそうです。じゃあ実際に音を聞いてみましょう。で、聞いた感想を端的に言えと言われたら、すご、違う。音が出た瞬間に口から出てきたのはこの二言です。個人的に普段 TIAC の UD505 っていうヘッドホンアンプを使っていて、パソコンに取り込んだデジタルファイルを聞いてるんですが、それと全然違う音です。UD505 はモニター寄りのヘッドホンアンプなので、すっごく綺麗に音を鳴らすんですね。山の上流から流れてくる清流みたいな、とってもクールな音。それに対してディスクドリームはデジタル音源特有の冷たさを感じさせない情熱的なウォームな音。モニター系じゃなくて音楽鑑賞用のチューニング。なんか CD なのにアナログレコードを聴いてるような感覚になります。解像度は高くて、細かい音までしっかりと芯が通っていて、かつそれぞれの音像がでかいので、どの音にも存在感があります。音場は上下左右均等に広くて、球体のような音場を感じます。で、この広さは UD505 とあまり変わらないんですが、UD505 よりもでかい音像でそれぞれの音が鳴っているから、空間の中に音がみっちり詰まっていて、そのせいで音の圧を強く感じます。とにかく全体的に力強くて、低音がね強いとかそういうんじゃなくて、もうほんと全体にこう迫ってくるっていうか、なんて言うんでしょうね、ライブ会場のスピーカーの音を浴びているっていう、そんな印象もありますね。CD っていうデジタルメディアで音楽を聴いているのに、この音圧、迫力、その音はアナログレコード特有のまろやかな音質と、音の厚みに近いものがあって、それでいてノイズがない。だからすごいなと思って、なんかめちゃくちゃ感動的です。音飛びについては、再生しながらガンガン何度も振ってみたんですが、全く飛びません。それとギャップレス再生、ライブ版とかでね、1曲目2曲目のつながりが、切れずに再生できるかっていうことなんですが、できます。全く途切れずに曲をまたいでシームレスに、再生できてます。じゃあ SD カードについてちょっと言っときますと、最初ねこれエラーが出て再生できなかったんです。なんでかっていうと、フォーマットがねFAT32 じゃないと受け付けないっていうか、今の Windows 10だと標準機能でね、FAT32 にフォーマットできないから困りますよね。やり方はいろいろあるんですが、もし知らないっていう方がいたら、前にねブログに書いといたので、それを参照してみてください。この動画の概要欄にリンクを貼っておきます。で、このマイクロ SD はですね、どんな感じでファイルを放り込んでも再生できます。そのままファイルを入れてもいいし、アーティストアルバムっていうフォルダを作って入れても大丈夫です。でも複数のフォルダを作ってアーティストごととかにね分けて入れたとしても、そのフォルダを選択することはできません。だから好きな曲にたどり着くには何度もね送りボタンを押すしかないっていうか。で、再生モードをシャッフルにするとフォルダをまたいで、シャッフル再生されます。で、あとこのディスプレイにですね曲名とかが表示されないので、ちょっとねマイクロ SD で曲を聴くときは不便なんじゃないのかなと思います。で、マイクロ SD の音質なんですが、USB DAC も含めてね、CD と同じ音です。要はこれに搭載されているオペアンプでチューニングされた音で、出てくるっていうことですね。はい、こんな感じなんですが、一つ気になる点としては、パワーがありすぎてそれをボリューム調整でうまく制御できてない感じがすること。これレベルが50まであるんですが、ヘッドホンつないで聞いて3から5ぐらいでちょうどいいレベルなんですね。で、ちなみに手話の SE846 っていうイヤホンで聞いたら1でももう音がねちょっと大きいかなって感じるから、こういったインピーダンスの低い BA イヤホンなんかで聞く場合はアッテネーターとかをかませないと、ちょっと聞きづらいかもしれないですね。はい、ということで、水月雨のディスクドリーム、ポータブル CD プレイヤーとしては想像をはるかに超える音質で、かなり素晴らしいと思います。これを企画製造した人の思いがすごく伝わってきます。今アナログレコードの人気があって、
やっぱ CD よりもレコードの方が音いいっしょって思われてる方もいると思うんですが、これで CD を聴いたらちょっと CD の印象が変わるんじゃないのかなと思います。細かいこと言えばマイクロ SD の再生のしにくさとか、あとは光出力がねあった方がいいかなとかね、そういうこともあるんですが、でもこの製品が欲しいと思ってる方っていうのはそういうマルチメディアプレイヤーが欲しいんじゃなくて、今の時代に音のいいポータブル CD プレイヤーがないからどっかのメーカーさん出してよっていうね、そういうニーズに応えた製品だと思うんです。だから次出す時はもうマイクロ SD とかはね潔く取っ払っちゃって、完全 CD 再生に特化して、その分値段を安くして、あともう少し本体を薄くするとか、あと持ち運びながら使いやすいように、ボタンの誤作動防止のためのロック機能をつけるとか、あとヘッドホンジャックの位置を工夫するとか、そういう部分にこだわってほしいと思います。ちなみにこのディスクドリームの価格、店頭予想価格が37,500円前後っていうことだったんですが、実売価格は33,750円でした。Amazon なんかで売ってるポータブル CD プレイヤーと比べたら高いと思うかもしれないですけど、比べるのはそこじゃなくて、高音質の DAP ですね。ソニーとか AK とかフィーオとかのね。だからそう考えるとこの価格はめちゃくちゃ安いです。少量生産しかできないのによくこの価格で販売できたなって、正直水月飴に対する感謝の念がふつふつと湧いてくるっていうかね、よくぞ作ってくれました。だからセカンドロットあるといいですね。あったとしても入荷情報が出た直後に完売になると思うので、このディスクドリーム狙ってる方、いいイヤホンとフジアエイピックは毎日チェックするようにしてください。はい、で次回の動画でですね、ちょっとおまけみたいな感じで、2000年前後に買ったソニーのディスクマンがまだ手元に残ってるので、それと聞き比べてどうなのかちょっと感想を話してみます。当時気合を入れて作られたプレイヤーと令和に情熱を込めて作られたプレイヤー、どっちの音がいいんでしょうね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。